えばこういうところですね、少し冷ための色にちょっとしますと、こことの距離感がですね、非常に出しやすいと。一つはですね、手前を複雑に描くということですよね。はい、こんにちは、柴崎ですよ。お元気ですか？元気やってる？そう、柴崎はね、おかげさまでこのように今日も元気に絵描いてます。もう3月に入ってね、お雛様も過ぎて、どんどん春めいてきましたね。これからがもっといい季節ですね。もうスケッチにも行きたくなってうずうずしています。さあ、そんなことでね、今日は柴崎が見てね、独断でお直しする添削をやってみたいと思います。柴崎が主催するオンラインサロンのね、会員さんの作品の中からね、ちょっと今から調べてみてね、何か今日は風景画いいかなね、風景画の添削やってみたいと思います。さあ、どんな絵になるかね、柴崎も楽しみに今から探しますね。では、ゆっくりご覧ください。また、終わったらですね、ちょっと大切なお知らせもあるので、最後までね、お付き合いください。はい。それでは、添削、行ってみましょう。はい。はい。それでは早速見てみましょうね。今日の絵はどれにしようかな。いろいろあるけどもね。これがいいかな。はい。よいしょ。はい。ね、これですね。山野絵さんの作品です。山野絵さんはね、本当に、この山野絵さんっておっしゃる通り、もう、ね、日本中、世界中の山に行ってるんですね。多分その絵かな。ツール・モンブランの絵って書いてあります。7枚目。題名。イタリア・エリザベッタ小屋へ向かう下り坂。先日のオンライン講座で下り坂の描き方を習って、その実践を考えたとき、そうだそうだって書いてあるね。私の好きな山は坂道だらけだと気づきました。いいとこも気づいたね。いい下り坂の写真がありました。坂道を下る登山者たちの向こうに小さなミュージアム。その先に登山道、渓谷と自然の導入から目は絵の上に進み、円形の青空のアルプスの山並みに行くようになりました。何言ってるんでしょうね。山野井さんね、この空間とね、この目がどう動くかってことをおっしゃってるんですね。本当は円形をもっと明るくして広がりも出したかった。また、夏空らしい見事な雄大積雲にしたかったのですが、気持ちと実際は異なってしまいました。最後の修正が大変でしたと。なるほどね。待ってよ。下り坂を見つけて、坂道を下る登山者の向こうに小さなミュージアムがあって、その先に登山道と渓谷と、で、絵の中に身が入っていくと。それで円形の夏空のアルプスの山並みに行くようになった。本当は円形をもっと明るくしたかったけど暗くなったってことかな。明るくして広がりを出したかった。また、雄大な空にしたかったけども、ちょっと、そんな、だって、たくさん、ご自分で問題を、もう抽出してね、お話してますね。これだ。本当だ、すごいね。なんて言ったことだっけ？ツール・モンブランの絵。イタリア・エリザベット小屋へ向かう下り坂。すごいですね。これ山野井さんが行ったのかな、ここに。なんか、団体で登山してますね。登山ってか、もう、登山終わって下っていくんだね、このね。確かに雄大な、昔氷河がね、削って作った、U 字型の谷ですよね。U 字渓谷ってやつですね。なるほどね。本当だ、夏らしい、すごい積乱雲が、もくもくもくっとね、立ち上がってます。で、それどう書いたか。そうだな。もう全体によく書けてるよね。遠近感もね、手前の方、暖色を多めにして、とかね。こっち手前の方、暖色を多めにしてね。
してるとこすごくいいですよ。だから全身色でね。まあ確かにここはちょっと細かいかな。山内さんはね、やっぱり夢中になるとね、なんか細かく描く傾向あるんだよね。ここ暖色にしてよかったんだから、この暖色は何でしょうかね。ちょっとなんかちぐはぐな感じするよ。同じような、ね、土地だったら、ここは遠くだから、こんなに暖色にしない方がいいと思うんだけどな。ちょっとお写真見てみよう。ほら、やっぱりそうだ。ここのとこそんなに赤くもないもんね。だから、ここを赤くしない方がよかったかな。で、雲もね、この資料のように、もしくは大きな掴み方の方がいいよね。あとね、柴崎、まあ、実際はこうなんでしょうけども、人が多すぎるかなって思う。ちょっと。それでね、人が近くにいすぎる。もっと下の方にね、もうだいぶ下って、この、なんとかミュージアムって、ここにね、向かっていかせるためにですね、人はですね、もう少し遠くの小さく、まあ一人か二人ですね。そんな感じがいいのかなと思いましたけど。はい。まあ、そんなあれこれを含めてですね。それでは早速やってみたいと思います。それじゃあね、書いてみますね。これは、横画面で書いた？縦画面で書いた？縦画面で書いてみたいですね。じゃあ、縦画面で。この辺に書こうかな。この辺でいいかな。はい。よいしょ。縦画面で。やっぱりそうだね。画面、横画面、縦画面、大事ですよね。油絵のキャンバスなんかはですね、F とね、M と S ってあるんですけども、このくらいでいいかな？いや、ちょっと横にしてみてください。いけない。どうだ。この比率いいね。はい。やっぱりそれもですね、画面の中に絵をどう入れるかっていうんです。横長な画面とかですね。少し四角っぽい画面とかね。もう規格は決まってるんですね。はい。それで、やっぱり、待ってください。もうちょっと、こうか。やっぱり、実は、最後、仕上がりが少しでも決まるように、やっぱりマスキングしますね。この頃、添削、ずっとマスキングしてます。よいしょっと。はい。もうね、以前の添削ですと、もうとても上手に描けてるとこは柴崎手を触れないでですね、修正箇所かなと思うとこだけ絵描いていたんですけども、やっぱり絵が全部をですね、全部描いた状態を見せてほしいっていうコメントを結構いただきまして、それからはですね、上手に描けてる部分も付き合って描くようになりました。ですので、ね、上手な部分も描かなきゃいけない。しかもその方のその上手な絵の味ですね。個性というか味というかね。そういうものを壊さないようにもしなきゃいけないということで、どうしても添削がですね、全体を描き上げるのにちょっと時間がかかるんですよね。柴崎のやり方でパパッと描きたいところなんだけど、その人の絵のやっぱりね、味がありますよね。そこは、でもしかもそこはいいということを認めながら、それをこっちも書かなきゃいけないのでね、時間かかってしまいます。はい。それではですね、基本的には非常にいい画面をですね、そのまま書いてるわけですけども、だから遠くの方ですね、ここに円形の山があっ
で、とにかくこういう U 字渓谷だよね。で、ここにこういう氷河が削って昔できた、ここにこれモレーンがある。これモレーンじゃないかな、これ。これを用意つけたけど、モレーンって氷河が残してった大きい石ですよね、これね。はい、多分そうだ、これは。すごいな。なんか、学校でも勉強した通りの風景だな、これ。それでこうなって、これがこうなってるんだな、多分な、こうなってるんだ。それでここのとこに、これがそのミュージアムっておっしゃってる建物かな？なんかここにこうなってるよね。はい。で、こんな風に見えていて、こここうなってるか。で、こうなっていって、こんな雰囲気だな。こんなんでいいかな。ここが広いんだ、とにかく。だからこのモレーンをもうちょっと遠くへこのくらいの押し込んであげて、ここが広いんだよね。こうなって、なんかこんな雰囲気で、こうなってんのか。で、ここにも光が当たってんだね。で、こう暗くなって、こんな地形でしょうか。それで道が、ここがこう降りていって、これはどっちも上がってるのかな。人でちょっと見えにくいけども、ことによるとこうなって、こっちに続けましょうか。じゃあこうやってね。本当は違うかもわかんないけど、続けて、このミュージアムに至ると。こんな感じしようかな。ね。このくらい。そうですね。それでですね、人数が多いからですね。どこに書こうかな。もっとここ広くこうしてあげて、この辺にですね、下っていく人を書いてですね、なんかこんな風な感じに見せようかな。で、下っていく人、もう下の方ですから、ですね、下っていく人を、絵を描いてる本にはですね、この人を見下ろしてるわけですよね。見下ろしているので、見下ろしてる人を描くときはですね、足をですね、通常よりも少し短めに描いて、頭とかですね、例えばこれ、なんかいろいろ荷物を背負ってますよね。なんか大きなのも背負ってるな。そういうものを、大きく描くと足を短め。ちょっとですね。一人か二人の方が描いて雰囲気が出るんじゃないかと思うんだよね。あんまりたくさん、あんまり銀座の街並みみたいに描かないでですね。その方がいいかなと思ってます。でもね、山根さんが人物をね、たくさん描かれたら、非常に雰囲気出ていてね、もちろんいいんですけども、こんな感じかな。それで遠くの山はですね、ここ山の上さんのいつも特徴なんだけどね、ちょっと頑張って描きすぎてるんだよね。こうして、これがこの辺にあって、で湧き出た夏の雲ですね。こういう感じになってるから、それを大事にですね。こんなんでいいかな。あんまりたくさん書きすぎないようにします。はい。では、良さそうなので、やってみましょう。それで、夏の雲。よいしょ。決まってはないんですけど、ジョン・ブリアン。ローズマダーあたりちょっと出して、ちょっとこんな感じでね。でももちろん紙の白、チャッチャッチャッチャってこんな感じでしょうか。光がどっ
右から来てるんですね。はい。あれ。もう、今冬だからね、絵の具がカチカチに乾いちゃいまして。まあ、こっちに気持ちこんな雰囲気かな。で、とにかくこれは大きくですよね。はい。それしたら、あとどこに塗ろうかな。まあ、ここはちょっと乾いてからやりましょうか。じゃあ、こんなところ入れていきましょうね。はい。まあ、これは、まあ、とりあえず、こんな色で、ね、暖色の元気の良さそうな色。で、それを薄めて、まあ、なんとなくですね。こんな雰囲気でしょうか。手前の草ですね。夏草が生い茂ってますので、それを、こんな色。まず、こんな感じでしょうか。この斜面に応じてまず、いけない。はみ出しちゃった。それを、ちょっと勢いを持ってしまいました。斜面の形で塗るっていうのね。そのような感じに書くと自分でもね、気持ちが乗るんですよね。はい。それで、ところどころ、そんなタッチでですね、例えばこういうタッチですね。こういう斜面のタッチで色を変えてみたりして、で、遠く行くほど、だんだん曖昧な調子で単純化しながら塗っていくと。はい。こっちも一緒ですね。よいしょ。こっちも一緒。だからまたこの上からこんな感じだよね。まずは、そんな雰囲気ですね。で、こっちもこうなって、こうやって、ジョンブリアン。こうして、薄くして道を作りながら、まあ他にも道が分かれてるのかな。ちょっとそこは定かじゃないんですけども、で、切って、これが、ここに至ってるんだな。こんな雰囲気だよね。これも、ここだ。こういう雰囲気なんだね。まあ、少しうるさく言うと、遠くに行くと少しブルーがかってですね、冷ための色に、例えばこういうとこもですね、少し冷ための色にちょっとしますと、こことの距離感がですね、非常に出しやすいというふうになります。はい。ちょっとのことなんだけどね、それがそう見えてくるっていうのは不思議ですね。こんなんでいいかな。はい。で、こっちの方に、日向の斜面があるんだね。でも随分遠くに行くわけですから、例えば今の色にですね、こういう暖かめの色に、他の色ですね。まあ、極端に言うとこの黒を混ぜるとかですね。それでいわゆる彩度を落とすと。鮮やかさを落とすというわけです。はい。そういう作業もいいかと思います。はい。ただ遠くだから明るくなるので暗くなりすぎないですね。で、そういう色で、ここに川が流れてるんだね。川がうねうねと。なんかこんな風になって、こっちは流れてる。こうだ。こうなんかな。こう流れていって、ここでも日向があるんだ、こう。
うん。まあ一応みんな日向に塗っちゃいましょうかね。その方がいいよね。話がわかりやすい。じゃあ日向に塗りますね。はい。大きなこういうパターンで塗ります。はい。で、一つこう、もっと向こうまである？こっちまであるんだ。こうやって。これが、皮がこうなって、こうなってってんだね。はい。まずこれが大きな捉え方ですね。はい。そうしまして、手順はどうでもいいんですけども、その結果的なものが分かりやすく、ちょっとね、お見せしたいと思います。で、だから手前の方ですね。やっぱり、これ雄大な風景ですから、その雄大さですね。それを出す必要があると思います。で、一つはですね、手前をこう複雑に描くということですよね。はい。だから今ちょっと草とかですね。そういう感じを描いてます。はい。手前を複雑に描く。もうこれはね、私たちは常識的に分かっていることですよね。はい。手前は細かくいろいろ見えるんだというわけです。それに比べて奥の方がだんだん細かく見えていかないということをやってあげればいいわけですよね。これがこの、書き込みの具合の違いです。だからこっち行くと少し大雑把に書くと。こういう違いですね。はい。もうこっちはほとんど書かないみたいな感じです。はい。で、ここら辺はですね、例えば変化があったとしても、草の一本一本は見えないわけですからですね、山並みのひだを描くようなつもりで、なんかそういう変化だけを描くというわけですね。ここなんかは、例えば、土の色といいますか、何かそんな色も見えたりもしてますよね。だから少し誇張気味に、そういう色を少し加えてみたりですね。なんかして、ですね。とにかく変化です。はい。だんだん単純化。遠くに行けば行くほど、それがですね、単純化されてきて、大きな色の違いぐらいしかわからないんだろうというふうな捉え方ですよね。ですから、例えばここもさらに書けば、日向と日陰というものをですね、書いてあげるわけです。今、草のよいしょ。雰囲気ちょっと書きましたけど、また例えば筆を割ったりして、こういうとこですよね。草の何がしかを書く。でもこれもね、同じ風に繰り返して書くと、ちょっと退屈になりますよね。で、だんだんこれがグループとして表現されてくるというやり方ですね。これはもっと絵が仕上がるに従って、じゃあどの程度に書いたらいいかなっていうのはですね、また考えるところだと思います。で、手前と中径と、あと円形ですよね。はい。では、ちょっと空を塗ってみましょうね。空ですね。夏空なんですけども、あまり暗くしないようにして、とにかく絵の具をたっぷり溶きます。ちょっと待ってください。絵の具溶きますね。よいしょ。それで、雲ですね。とにかくあまり細かく描かないということですね。よいしょ、このくらいかな。
はい。こうでしょうか。そしてですね、こういう日陰の方に、こうやって少しこう溶かし込んでいきます。こうやって。それでこの雲の立体感ですね。そういうものを少し表現します。同時に空はですね、下の方が明るいので、こうちょっと絵の具を取ったりもしてもいいですね。はい。こんな感じでしょうか。で、円形の山ですね。円形の山もね、ちょっと細かく描きすぎだと思うんだよね。なんかね、青紫のようなね。そこにグレーが少し加わってもいいかと思うんですけども、そんな色でですね、ですね、もう少し単純化して描いてみたらいかがでしょうか。ちょっとやっぱりこう頑張って、写真なんか見るとですね、なおさらこう、細かいものが見えるんですよね。でもそれをあんまりこうやってしまうと良くないかなと思います。少しこうギザギザさせるぐらいはいいんですけども、あまり過剰に反応しないようにですね。それで、例えばこう、ね、で、ずっと、もうどんどん、しかも明るくですね。明るく、処理していきます。はい。例えばこうで取ってしまってですね。もう空気がいっぱい溜まってるような感じ。こんなとこにね、雪が積もってるんで、少し絵の具を取るぐらいの気持ちの方がいいかと思います。あんまり加えるんではなくてですね。それで、手前の方に、ちょっと別の、もうちょっとかな。別の要素とかですね。こんな風にして、距離感を作るというわけですね。はい。こんなもんかな。とにかくあんまりここをね、頑張りすぎないようにします。はい。で、このように遠くのものってのは、ですね、なんて言いますか。波長ですね。光の波長の影響で、すべからくブルーっぽく見えるんですね。ですから、ここも結構遠くの山ですので、このような、日向であってもですね、ブルー紫のような色を、乗っけてあげるとですね、とても遠くの要素に見えるというふうになります。こんな表現ですね。それで、ここのモレーンの部分も、そんなことかと思います。確かにですね、なんかちょっと温かみ色がもう見えますけど、あまりですね、そこを細かく見て解釈しないでですね、これは遠くなんだぞと、とにかくこれに比べての話ですので、そこのところは夢忘れないようにですね、はい。頑張りすぎないようにしておいた方がいいと思います。こうですね。それで、そこにも樹木が生えてるということでしょうから、とにかく単純化ですね。単純化。もう、ね、ご自分に言い聞かせましょうね、書くときね。遠くは書きすぎないで、ブルーグレーで単純化というわけですね。はい。さあ、こうやって書きました。そうしますと、もうこれ基本的な部分を塗りましたので、今度は日向と日陰ですね。右の方から太陽来てるってことは、
ここはこの山のために全部日陰ですよね。だからここは分かりやすいわけです。日陰というのは、やっぱり冷たい色ですよね。でも、基本色塗ってありますので、その上からですね、例えばこれはコバルトブルーなんですけども、そんな色をこうかけてしまうというような考えですね。はい。こうかな。こうやって。で、ここ道があるんだ。まあ、道か。まあ、こうですね。こう色をかけてあげる。はい。そうすると、これが日向に見えてくるというわけですよね。じゃあ、道を少し残しまして、これは手前の丘ですよね。そしてミュージアムがこう見えて、ここの川岸のところにとこどこ日が当たってるんだね。こんなことだろうか。はい。で、これがみんなこっちまで日陰なんだな。こういうふうに日陰になっていると。こうかな。で、同じように、ここも日陰ですよね。こうだろうか。それで、これみんな日陰なんだ、ここはね。こうやって。で、ここで明度差で距離が見えるというわけですね。こうだろうか。で、ここに川が、流れてる川が見えて、ここにちょっと日向の斜面が一部見えて、また日陰になっていて、ですね。このくらい。そしてこう切ったら、またここで日向と日陰が、ここでこう入り組み合いながら、こう川岸の日陰ですね。こんなことかな。で、なんかこう来ているだろうというわけですね。で、こう来たら、ここら辺も日陰になってるかな。なんか、そうちょっと定かじゃないんですけども。はい。で、この影響で、この川もここは日陰。だから少し薄くブルーをこう乗っけて、ここ日陰の川にすればいいんだよね。ここも日陰の川と、でここも日陰の川で、この辺りに日が当たっていると、こういう感じだね。はい。ね、奥よりも手前の方が暗くって複雑にということですので、こういうところにですね、こう、ちょっとこう、少し手前ですよ、みたいなですね。色味を加えてあげてもいいかと思います。はい。どうでしょうか？こう、距離が見えてきましたかね？はい。あとは、手前の草ですね。夏草なんでしょうね。だから先も言ったように、ちょっとこう、ですね、こう、こう書いて、あるいはこう書いてしまってですね、こうやる手もあるんですけど、どうでしょうか。いろいろですね。
どんな風に、少し手前の変化をつける。あまりうるさいともね、それもまたどうなのかなっていうことですので、やっぱり一つは肝心なのはこの道が見えるってことですよね。この道がですね。はい。道が見えるように算段してあげるということですね。見えるためには明度差ですね。はい。これで道が見えてきましたでしょうか。今見ますと山野井さん、ここに花なんか描いてるよね。これはいいことだよね。これ山に行ってしか見ることのできない花々を描くというのはすごくいいかともちろん思います。それで基本的なものを描けたんだよね。描いたので、うるさくならない範囲ですね。それから距離感が壊れない範囲で、例えばこれがこういうふうにですね、こういうふうな斜面になってる地形とかですね、あれをこういうふうな少しこの地形のあれこれとかですね、そういうのを書いてもいいかもわかりません。はい。ただやっぱり、繰り返しになりますけども、あんまりやってしまうとですね、この空間というですね、非常に大事なものがですね、なくなったり分かりにくくなったりしますので、それはよく考えなきゃいけないところですよね。はい。こんなんかな。はい。で、ここのミュージアムですね。どうしようかな。このくらいにして、反対側が青っぽい屋根なんだね。こっちが青っぽい屋根。ただこれもですね、周囲との明度差っていうことが大事ですよね。どのくらい暗い関係を、だからこれを目立たしたかったらこの後ろをですね、少しやって暗い表現するというようなことかと思います。はい。ですね。それで石積みの小屋の色を作ってきて、ここを塗るということですね。はい。よいしょ。こうかな。これも、でも、かなり下の方にあるわけですから、あまり暗くしたり、あまりはっきりしたい、固有色、それから細部の表現っていうのは、やっぱりちょっと避けた方がいいだろうということは言えますね。こう塗って、それで、その建物の影を描くと。どうなってる？こっちの方か。ですね。これでそこに建物が建ったわけですね。はい。はい。またその距離に合わせて、少し細かい感じとかですね。
をちょっとこう書いてもいいかもわかんない。ということですね。そしてここに人がいるということですね。どうしましょうかね。赤いような少しこう目立つようなリュックを背負いましょうか。リュックは皆さん大きなのも背負ってんですね。こんな感じのなんか大きいものを背負ってまして、上は光が当たってんだな。それで帽子があって、こんな感じかな。ちょっとポチッと書けばいいですね。それで体がこの間から見えて、なんかこう皆さん杖みたいなのついて山登りしたりするんだよね。これがなんかこう何持つかな。それでおズボンが足は逆に短くですよね。そうするとこの人を僕たちは上から見下ろしてるっていうような感じに見えてきます。はい。あとはこれの影ですね。影を、ちょっと待ってください。影をですね。こういうピッケルみたいのがあるのかな。それで、こっちへこう出てる影が。こんな感じ。はい。こっちを少し暗くすると前に踏み出たように見えるかな。はい。というような感じです。ね、待ってください。なんかいらない。ちょっと線があるかな。邪魔なもんがあったらちょっと消しましょうか。まあ大きなものが伝わればいいですね。はい。こうかな。じゃあこれ剥がしますね。はい。よいしょ。はい。まあ、空間ですよね。ですから、ここでこう学ぶべきことっていうのはいくつかあると思いますけども、要するに、こういう空間があるわけですよね。ですので、まあ、色味としては、先ほどは言ってますけども、遠くの方が明るくて、で、どっちかというとですね、こう、いかない、なんか汚れがついちゃった。汚れがついてしまいました。すいません。
ブルー紫のような調子で始まって、まあ、そのものに、固有色はもちろんよるんですけども、今回草地ということであれば、ですね、草地。こんな色になってきまして、だんだんそのものの固有色ですね。で見えてきまして、最後になると、こんなんね、こんなんなってくるという話だったんですね。はい。ちょっとわかりやすく。こうですね。で、手前に来ればですね。ここにですね、こう細かくいろんなものが見えてきてくるんですよ。ということでしょ。これ空間です。ね。ガッと。これで理解してもらえたら嬉しいな。はい。思いっきり、もうこうですよって言いましたから。こうだよね。この雰囲気です。だから、いいよね。しかもですね、こういうとこですね。全体そうなんですけども、あんまりね、書きすぎないことですね。すぎないでですね。はい。これもちょっとわかりやすくした方がいいかな。ちょっと待ってください。これもちょっとだけ。これもちょっとわかりやすくしますね。このくらいの方がわかりやすいかな。はみ出ちゃった。こうだね。もう一回色をかけました。ね。はい。ですね。このぐらい。ちょっと微調整しますね。このくらいがいいかな。距離がわかりやすいね。こうだね。はい。で、例えばこういうとこですね。これね。どう書こうか。メイド。さて。距離。感をというわけですね。はい。
かな。で、これ山の雄大さとね、やっぱりそこを見せるってなると、例えば人物なんかですね、やっぱりあんまりたくさん描くんではなくて、絞るってことがね、この雰囲気作りは大事かなと思うんですよね。これはですね、空気による遠近ということですね。はい。という話なんですよ。はい、以上です。はい。ねえ、書き上がりました。上手に書けていたよね。もう、氷河が作ったね、深い谷間。ずーっと円形まで続くと。そこに典型人物も加わったね。なかなか素敵な資料を元にした立派な作品でした。柴崎もね、ちょっと目線の動きや奥行き感、少しね、言いましたけども、もうこのくらい書ければ、もう本当に絵も楽しいよね。あなたの参考になったら柴崎もとっても嬉しいです。さて、ちょっとお知らせがありまして、まずこれですね。はい。ねえ。マロンくんです。柴崎、猫と暮らす、描くというね、そういう本を角川さんから出版しました。猫と柴崎のね、3匹の猫ちゃんだよね。どういう生活してて、どうやってお互いに影響し合ってるとかね。そういうエッセイ。あと、猫の描き方とかね。そんなのも入ってます。もしよかったら手に取ってね、ご覧ください。はい、もう一度。はい。あとですね、柴崎いつも東京でね、アートフレアを使った教室をやってるんですけども、4月ですね、大阪で行います。本当は去年やる予定だったんですけども、その時柴崎ね、展覧会最中にコロナになっちゃいましてね。できなかったんですね。なので、今年改めてやります。日にちがね、4月の28日です。時々コメントでね、たまには、関西でもね、やってくださいよってお声をいただくんですね。なので、柴崎もね、お教室であなたに会えることを楽しみに行きますのでね、ご都合がついたら、ぜひおいでください。この教室のね、詳しいことについて、この動画の概要欄からね、ご覧くださいね。あと、教室のことなんですけども、柴崎はですね、オンラインでね、水彩画の教室をやってます。これは月1回なんですけどね。水彩画の基礎、それから絵画の基礎ですね。そういうことを踏まえながら、あなたはね、柴崎と一緒に、画面越しなんですけどね、絵を描きます。わからないことがあったら、チャットでね、すぐ質問したりすると、柴崎はそれはこうだよ、ああだよって言いながらね、実際にやってお見せします。楽しい授業ですよ。ね。もしご興味あったら、ぜひ参加してください。それもね、この動画の概要欄からご覧くださいね。待ってます。さあ、ということで、今回はですね、添削でヨーロッパの深い谷間の絵を描いたというわけでしたね。楽しんでもらえたら嬉しいです。また次回、違うテーマ、そして違う作品で、柴崎はあなたとお会いしたいと思っています。またすぐにお会いしましょうね。はい。それではまた、今日はどうもありがとう。